かつて中国の東北地方には満州国という幻の帝国がありました。この国の建国を主導した軍を関東軍と言います。あまり知られていないこの関東軍の歴史を見ていきましょう。日露戦争が終わり、ポーツマス条約では関東州の租借権を日本が獲得しました。そして日本は清国との間で満州前後条約を結び、清国から満州利権の承認を得るのです。こうして1905年に関東総督府が設置され、初代総督には大島義政が就任します。彼は安倍晋三元首相の曽祖父です。こうして軍部による政治が始まりますが、これには内外から批判が殺到したので、満州問題に関する協議会が開かれます。伊藤さんが言うほど満州情勢はひどくないですよ。児玉さん、あなたは満州について勘違いしている。満州は我が国の属地ではなく、あくまで清国の領土だ。満州の行政は清国の人間が担わねばならん。こうして軍政を主張する児玉源太郎が退けられ、民政への移行が進められました。結果、1906年に総督府が廃止され、関東都督府が設置。本部も遼陽から旅順へと移されました。こうして満州において軍と民が分離していったのです。この都督府は南満州鉄道の沿線を保護するという業務も担当するようになり、ポーツマス条約の規定で 1km ごとに15人以下の守備隊員を配置することができたので、沿線には守備隊が常にいるという体制が出来上がりました。また日露戦争の途中から日本軍は野戦鉄道を走らせて運転していたので、この鉄道の管理と運営を引き継ぐ形で南満州鉄道株式会社、通称満鉄が設立されます。この時アメリカの鉄道王ハリマンが日米共同経営を持ちかけるも、小村寿太郎の激しい反対でボツになってしまったという話もあります。それはそうと、こうして満鉄の総裁には後藤新平が就任し、日本の国策を遂行する会社として産声を上げたのです。ところでまだ関東軍は誕生していません。1915年には大化21か条の要求を中国に突きつけ、1917年にはロシア革命が勃発。日本はシベリア干渉戦争へと踏み出していきました。第一次世界大戦後、東アジア情勢は大きな変貌を遂げていきます。朝鮮の三一独立運動や中国の五四運動が激化し、日本の植民地に対する武断政治も文化政治へ変わっていきました。そんな中、1919年関東都督府の軍事部門が関東軍として独立、民政を実施する部門として関東庁が設立されました。こうしてようやく関東軍が誕生したのです。関東軍の組織構造はトップが司令官、その次に参謀長という形になっています。さて、そんな関東軍は誕生して間もなく激動の世界史の荒波に巻き込まれていきます。同時期に急激に台頭していた時代の寵児がいました。それが張作霖です。彼は日露戦争で日本側のスパイとして活動し、辛亥革命では反革命側で活動しました。結果、遠征外に気に入られ、奉天省の中で高い地位につき、1919年までに吉林省、黒竜江省を手中に収めました。偶然にもこの1919年は関東軍の誕生と同じ年です。そんな張作霖は1922年頃、直令派の呉海部という将軍と戦闘状態に入ります。これを受けて高橋是清内閣は英米協調路線、つまり介入しないという方向性を取りました。日本政府はずっと満州の安定を一番大事にしていました。そして第一次直令戦争では張作霖が敗れますが、1924年に起きた第二次直令戦争でも張作霖は窮地に追い込まれました。直令派は風玉将がクーデターでさらなる勢いを獲得し、張作霖は部下に反乱を起こされたのです。そんな中、張作霖が部下に追い詰められた時、ちょうど満鉄の線路付近だったため、関東軍の白河義則がこれを制止しました。このおかげで張作霖は反撃の準備をすることができ、無事に部下の反逆を鎮圧します。こうして張作霖は関東軍に対して大きな借りを作ったのです。そんな中、蒋介石の率いる国民政府軍が攻めてきて、張作霖はこれを撃退します。ですが、1927年に勢力を回復した蒋介石が北伐を始めると、山東省にまで攻め上がり、田中義一内閣は居留民保護の名目で山東省に出兵しました。第一次山東出兵です。
そして張作霖も蒋介石に連戦連敗を重ねていきました。この時期、吉田茂も奉天総領事として活動しており、かなり強硬な意見をたびたび発していました。彼は満州は張作霖ではなく日本直々に統治すべきだと考えていました。しかしこれは田中義一の賛同を得ることなく、あの事件へと向かっていくのです。1928年、北京から奉天に引き上げる列車に乗っていた張作霖が列車爆破事件に遭い重傷を負いました。結果的に彼は亡くなってしまいますが、それが公表されると張学良が動き始め、最終的に彼は蒋介石と合流することを決断します。そして学良は親日派だった部下の楊雨貞や上院会を呼び寄せて暗殺しました。日本でも爆破事件に対して対応が遅れた田中義一が天皇に叱責されて総辞職し、関東軍司令官も交代という具合に混乱しており、事件の真相が曖昧なまま1931年を迎えることになるのです。1928年、石原幹二は関東軍参謀に就任しました。関東軍が混乱している中、石原はドイツ留学で得たヒントをもとに世界最終戦争論の構想を練り上げていき、最終戦争に備える部隊として満州占領を考えるようになります。板垣清志郎や石原は満鉄調査部の宮崎正義と連携しながら占領計画の具体化を急ぎました。そんな中、1931年6月に張学良の兵士に中村大尉が射殺された中村大尉事件、7月には中国人と朝鮮人の争いをきっかけに中国農民と日本軍が衝突する万宝山事件が起きます。これらは関東軍による満州への武力行使の口実に使われていきました。そして1931年9月、龍城湖事件を発端として満州事変が起きます。関東軍は恐ろしいほどの手際でたった半年の間に日本の倍以上の面積がある満州を制圧したのです。そして1932年、愛新覚羅溥儀を執政として満州国の成立を宣言します。満州国は五族共和の王道楽土という理想を掲げて作られたものですが、その運営において実質的に最強の権力を握っていたのは関東軍でした。関東軍の下に満州国軍があり、高い役職に中国人などが充てられるのですが、実際は日本人が影響力を持っており、こういった統治スタイルは内面指導などと呼ばれています。また満州国はソ連と国境を接することとなったため、関東軍はソ連に対する軍備を考えなくてはなりませんでした。しかし実際にはあまり真剣に考えていなかったと思われており、ソ連と関東軍の兵力の差は年々拡大していくばかりでした。というのもソ連ではスターリンによる粛清が始まっており、ソ連極東軍のトップが消されるということもよく起きていたからです。満州国内部でも不穏な動きが起きていました。1934年に満州国の帝政への移行がなされると、溥儀は満州国皇帝となるのですが、その立場は名ばかりで、実際には関東軍が権力を握っており、溥儀は不満を感じていました。彼の臣下だった帝光書は最初この体制に反発しますが、内面指導に不満を抱いて辞任し、溥儀は正真正銘の飾り物となってしまいました。そんな彼は1935年と1940年の2回にわたり日本を訪問して天皇と食事をしたり、歌舞伎を鑑賞したり、厳島神社などの歴史的観光地を巡りました。皇室との距離を縮めれば関東軍の干渉を退けられると考えていたのかもしれません。さらには関東軍は国内政治においても無視できない存在へと一気に成り上がっていきました。そしてその満州経営を主に経済的に支えたのはアヘンによる収入でした。その時点ですでに台湾でもアヘン専売を行っており、それを真似して満州でもアヘンを専売して莫大な利益を上げていたのです。さらには天笠正彦を使って闇市場でのアヘン売買も実施し、この裏金が関東軍の工作資金、岸信介や東条英機の政治資金に使われたといいます。また関東軍が常に対応に追われていたのが国境紛争でした。1937年には北京郊外の盧溝橋で日中の衝突が起き、これが日中戦争につながってしまいます。これ以降日本軍は南方へと戦線を拡大させていき、当然ながら関東軍もそこに巻き込まれていきました。そして衝突は中国との国境だけではありません。1935年にはソ連との国境で176件、それ以降も毎年100件以上は衝突が起き、ノモンハン事件が起きた1939年には195件も国境紛争が起きています。このノモンハン事件とは何でしょうか。きっかけは1939年5月にモンゴル兵と満州国軍兵との間で軍事衝突が生じたことでした。
ここまでならいつも通りだったのですが、関東軍第23師団は反撃を命じ、ここにソ連軍も介入してきて本格的な戦闘状態に入ったのです。陸戦で日本は完敗しましたが、空の戦いでは日本が圧勝を収めました。以上が第1次のモンハン事件です。しかしこれで終わらず、7月にはさらに本格的な戦闘が開始されます。最終的に日本側の弾薬が尽きて、ソ連優位のまま膠着状態に入り、関東軍の切り札第一師団も全滅を恐れて帰還するありさまでした。さらにソ連軍は日本軍を油断させるために持久戦のための陣地を構築しているような食い打ちの音を立てたり、偽の電報を打ったりして日本軍を困惑させていきます。そして8月20日の日曜日にソ連軍は一斉攻撃を仕掛け、日本軍は大混乱に陥りました。そして8月24日、突如として独ソ不可侵条約が結ばれました。平沼喜一郎は欧州情勢は複雑回帰なりという言葉を残して総辞職し、安倍信之内閣が成立します。9月1日にはドイツがポーランドに侵攻し、第二次世界大戦が始まりました。こうしてノモンハンでソ連と戦う理由もなくなり、停戦協定が成立することとなったのです。ノモンハン事件から関東軍が学んだことも、優秀なソ連軍に対して勝てる方法は奇襲戦法にあるということにとどまり、さらには責任者の処罰も曖昧なうちに終わってしまいました。むしろこの散々な戦闘を率いたにもかかわらず、逆に出世した者もおり、その筆頭が服部拓四郎と辻正信でした。2人ともアジア太平洋戦争でガダルカナル島占領作戦を展開して、多くの将兵を飢餓に追いやりました。トップに優しく現場に厳しい体質は現代にまで続く問題です。最後にノモンハン事件における日本側の死傷者数は17,364名、ソ連軍の死傷者数は13,243名だったといいます。ノモンハン事件の後、ソ連との国境は平穏でした。というのもソ連の懸念点はナチスドイツであり、日本にとっても日中戦争の泥沼化に対処することが一番の懸念だったからです。1940年に入るとドイツがヨーロッパで快進撃を続け、日本もこの知らせを受けて南へ進出、北部仏印進駐を行い、英米との関係が一気に緊張しました。さらに1941年の6月にはドイツが突如ソ連方面へと攻撃を開始、関東軍もこれを受けてソ連方面へ軍を動員することを計画しました。そして7月、関東軍を満州へ動員する関東軍特殊演習を行うことを決定したのです。そんな折、1941年12月、真珠湾攻撃をきっかけにアジア太平洋戦争が勃発。最初の方、アメリカがドイツ軍を殲滅することを重視していたこともあり、日本軍は快進撃を続けました。こうして占領地を拡大させていくのですが、1942年にミッドウェーで大敗北し、1943年にはガダルカナル島から撤退を余儀なくされると、英米からの反撃を受けて戦況が急変していきます。こうして大東亜共栄圏の崩壊が始まっていく中、1943年の夏から関東軍参謀の入れ替えが行われます。この狙いは、もし日本軍から関東軍を南方へ集めてほしいという要請が来ても押し切ってその要求に応じる体制を整えることだったといいます。1943年から44年にかけて南方へ動員された関東軍の師団は全て全滅かそれに近い状態で敗戦を迎えることとなりました。関東軍の精鋭でも米軍の前には抵抗する余地がほとんどなかったということです。こうして南方へ兵力を仕向けたことでソ連方面の兵力が脆弱になり、さらに悪いことには1945年4月にソ連が日ソ中立条約の不延長を宣言したのです。こうしてソ連への対策が喫緊の課題となりました。ヨーロッパでは1945年の5月にベルリンが陥落し、6月になると日本政府はソ連に終戦を仲介してもらおうとして、近衛文麿をモスクワに派遣しようとしました。そんな中、7月にポツダム宣言でトルーマン、チャーチル、スターリンによる会談が開かれ、日本に無条件降伏を迫るポツダム宣言が発表されました。そして近衛の派遣に関する回答を待っていた日本がソ連から8月9日に受け取ったのは宣戦布告でした。8月6日に広島に原爆が投下されたことを知ったソ連は、戦後においてアメリカにリードされないようにスケジュールを前倒しして日本に攻め込んだのです。そして関東軍が抵抗する中、玉音放送によって敗戦を迎え、武装解除された人々は50万人にも上りました。しかしそんな彼らを待っていたのはシベリア抑留と強制労働でした。
彼らが日本に帰ったのは1949年以降のことでした。こうして関東軍という存在は歴史となったのです。